お風呂シロ、そんなに動かれては洗えませんの。でもあんだけのことがあったんだ。さすがに今日は風呂に入るべきだろ妹よ。髪ゴワゴワするから嫌でしたらこちらのシャンプーなどはいかがでしょうか。どっから湧いてきたジブリール。フリューゲル御用達精霊水配合のシャンプーでございます。ふんわりしっとりと上質な仕上がりになること受け合いでございます。というわけでこのジブリールめがマスターたちの奴隷としてお背中を流しいたします異世界人の未知の関わるなしろ。そういった存在そのものが18禁だ。ジブリール待て。あれジブリールそこで見てるだけ。そんな湯気だらけで七殺しでございます。すでにマスターとしてジブリールを完全にしまった。すげえしろさんマジバレス。この状況に慣れつつある自分が嫌ですわ。マスターのために用意させていただきましたキッチンでございます。ゼテフさん。ステファニー・ドーラですわ。私マスター以外のイマニティにはこれっぽっちも興味ございませんのでドラちゃんとお呼びしますね。ドラそのドラちゃんにマスターより伝言です。ここには砂糖やバターも山ほどあるんでお前の自由に使っていいぞ。以上でございます。本当ですか。これだけあればもっといろいろなお菓子が。ってそれ間接的に私に作れってことですわ。いつも人のことをいいように使って。ステフがいなきゃ俺らも負けてた。ありがとな。なるほど、これがイマニティの恋愛感情というものなのですね。恋愛違うんですのよ。これ続けろと命じられてはいないドラちゃんにはてなぜ恒久的影響が出ているのかマスターが関わるもの皆すべて興味は尽きのございます。戻ったのですよクラミ。情報？食事？それとも私？まずは服かしらね。美味しくなってる。なんでも全国王のお孫さんが新国王の政策を実施しだしてから暮らし向きが少し良くなっているそうなのですよ。そう、ステファニー・ドーラが傀儡の傀儡なんてグ王の孫娘らしく恥知らずね。本当は意地悪したこと気に病んでて一人でこっそり謝り方を練習しているクラミーも可愛いのですなんで知ってるの？じゃなかった。そんなことより他に情報はないの？そうですね。あとは新国王がフリューゲルを手に入れたことと東部連合に興味を持っていることぐらいなのですよ。なんですって？つい今日が乗りすぎましたわ。これもひいてはイマニティのため断じて恋愛感情とかじゃありませんのよ。ではジブリール君、
俺に征服される獣耳少女たちの楽園東部連合について聞かせてもらおうか。この国もうダメかもしれませんわね。かしこまりました。ワービーストはその身体的特徴の際から長年部族ごとに内戦状態にありました。それが巫女と呼ばれる個体によって半世紀足らずで併合されていき、世界第3位の巨大海洋国家東部連合となったのです。要するに猫耳っ子や犬耳っ子、キツネ耳っ子、ウサ耳っ子など幾多の獣耳っ子たちがいて、その全てが俺のものだということだな。よし、早速攻め滅ぼそう。そのためにも数千年にわたって収集したお前の知識役立ててもらうぞ。残念ですがそれは不可能でございます。恐れながらいくらマスターたちでも東部連合には勝てないかと。ジブリール、それは。空白が負けると？いえ、私ではご期待に添えないという意味でございます。なぜなら私は一度東部連合に挑み負けております。決まりね。今のエルキアの背後には東部連合ワービーストがいるわ。なぜそう言い切れるのですか？フィーならわかるでしょ。エルブンガルドもまた過去東部連合に4度挑み、いずれも敗北したんだから。まあ負けたのはボンクラな老人どもですけどね。あの2人がフリューゲルを、そしてエルフの力を借りた私を破ったことにもそれで説明がつくのよ。後ろ盾がワービーストならエルフでも見抜けないペテンを使ってもおかしくないわ。クラミ。当然よね。イマニティが上位種族に勝てるわけないんだから。あまり人類をなめるんじゃねえ。バカにして。フリューゲルどころかエルフまで勝てねえとか、一体どんなゲーム仕掛けられたんだよ。東部連合は勝負の対価としてゲーム内容の記憶消失を要求すると言えばお分かりでしょうか。なるほど、そりゃガテンは。どういうことですの？記憶を消されたら当然ゲームの内容の記録や資料も残らないし、対策を練ることも不可能。そんなんで心まで読めるとかいうとんでも種族に勝てるかよ。情報が大事って教えたばかり。やはりステフか。いや待て、そりゃおかしい。何が？そんなエンドレス初見殺し状態なら誰も東部連合に仕掛けてこなくなる。仕掛けてこない方が楽でいい。妹よ、だから兄ちゃんより頭いいのに戦略ゲーで負けるんだぞ。いら。せっかくエルフやフリューゲルにも勝てる必勝の手があるんだ。多少隙を見せての返り討ち、いわば誘い受けで領土をぶんどった方が美味しいだろ。なのに2位のプレイスタイルうざい。アリショック。でも確かにおかしい。それじゃ半世紀で国が拡大するわけない。だろ、おかしいだろ。そういうことでしたらマスター、私に心当たりがあります。心当たり？んだそりゃ。本に書いてあった。この10年で東部連合に挑んだ国が一つだけある。どこだそんなアホな国は。直接ご覧になった方が早いかと。もちろんドラちゃんもご一緒に。さマスターたちも私におつかまりください。それでは失礼します。今日は晴れてございますね。待て、お前今何をした？空間転移ですが。ああ、そういえばリアルなファンタジー世界でしたねここ。それどのくらいできるの？視界内ならどこへでも、一度訪れた場所なら無制限に。それなんてルール。こんな連中を相手にヒマニティはどうやって古の対戦を生き延びたんだ？それ人類史上最大の謎とされてますわ。ああ、思い起こせば古の大戦。ドラゴニアやギガント、オールドデウスらが荒れ狂う戦場。フリューゲル50人でようやく竜の首を狩れたり、神に200人で挑み返り討ちにあったり、なんとも懐かしゅうございます。とそんなことよりもあちらをご覧ください。何？あのエルキアの警官ぶち壊しな高層ビル。おっきい。東部連合の在エルキア大使館ですわ。
またすごいもん建てられたな。正確には我が国の元王城を東部連合が改築したものですけれど。っておい待て、今元王女っつったか。それってつまり覚えておいでですかマスター。この10年東部連合に挑んだ唯一の国。おい、まさか。仕掛けたのエルキアに大丈夫？ああ、ごめんなシロ、ちょっと絶望してるだけだ。エルフすら4回も負けてる相手に国土の半分をかけて8回も仕掛けたってのか。全国王やっぱ本当にアホだったんじゃねえの？なんですの？以前空もおじい様が正しいって言ってたじゃないですの。国土の半分を無謀な突撃で捨てたやつ、どうかばえばいいんだ。東部連合に取られた領地が今あればどれだけ酪農と工業ができると思う？ほんとお前のじいさんだな。運なんてもん信じて数打ちゃいつか勝てるとでも思ったのかね。おじい様は確かにゲームは弱かったですわ。でもヒマニティ300万の命を背負って何も思うところがないほど頭のネジは飛んでませんでしたのよ。空たちと違い至って常識的な人格者でしたわ。常識的な人格者？領土半分を無策に費やすのが常識的だってんなら俺は異常者で結構だ。まあてめえらの国の問題なのに何をするでもなくただ文句ばっか言ってる国民連中には似合いの王かもな。まったく人類ってのはどいつもこいつもどうしようもねえ。私を悪く言うのは構いません。でもおじい様やおじい様が信じたものを。ああ、ステフに言い過ぎ。こんなシャレにならねえ現実見せられてどうしろってんだ。おいしい。くそ、うまいじゃん。おじい様、これ何の鍵ですの？これはのじいちゃんの大事なものが入ってる場所の鍵じゃ。私知ってますわ。殿方は人に見せられない本集めてるって。いやいや違うぞ、それは別の鍵ではなくて、これはの希望の鍵じゃ。希望？いずれこれをステファニーにあげよう。本当ですああ、いつか心からエルキアをイマニティを任せられると信じた者に渡しておくれ。あんな男に渡せるわけが。ちょっとよろしいでしょうか。ドラちゃんには今から図書館に戻られることをお勧めいたします。今からって？マスターのためそれが良いと判断し勝手に参りました。どうするかはご自由に。ちょっと冗談じゃないですわ。なんで私が？マスター、いくら調べても全国王の愚行を弁護するのは不可能かと。別にそんなつもりはねえ。ただ違和感に気づいただけだ。ドラちゃんのために見つけ出したが正しいのでは？俺の獣民王国征服の反面教師にするために記録を洗っただけだ。そもそもなぜ全国は東部連合に8回も挑んだ。300万の命を背負った常識人がムキになって挑む回数じゃない。ここは全国王が1回目にかけた場所だ。アルマタイトの鉱山ですね。貴重な金属だが今のイマニティの技術じゃ加工不可能な無用の長物だ。で2回目、3回目、4回目、そして8回目。最後に城をかけるまで全国王は価値のあるものは一度もかけていない。何か意図があったとしか思えないんだよ。マスター、なぜ東部連合はデメリットになる記憶消去を行う？なぜエルブンガルドは4回挑んだ？なぜ全国王は
いや待て、8回でやめたのは8回で目的を遂げたから。確証はない。だがもし全国王が記憶を失っていないとしたら。マスター、恐れながら申し上げます。イマニティが皆マスターのように思慮深く行動しているわけではございません。だがしてるやつもいる。そしておおむねそういうやつは理解されない。それを理解しようとするのは俺の義務だ。素直に言っていいぞ。下等動物に過ぎない人類をなぜ信じられるのかってな。いえ、そのようなことは。答えは簡単だ。俺は人類なんて信じてないのさ。人類なんてどいつもこいつも途方もなく低俗でバカな生き物だ。俺も含めてな。あんなのはただのクソだ。元の世界だろうが異世界だろうが何も変わらない。やはりあんな男に。だけど人類の可能性は信じてる。根拠はこいつだ。世の中にはないるんだよ。神にすら届きうる可能性を、希望を、幻想をその小さな身に体現した本物が。初めて白と出会った日、8年も前のことだ。当時たった3歳の子供が俺の名前を聞いて第一声なんて言ったと思う？本当空っぽ。空って名前と他人の顔に同調して笑ってるだけの俺を見抜いてダブルミーニングで罵ったんだよ。笑えるだろ。ときめいたよ。ワクワクした。本物は実在したんだって。そして分不相応にも憧れた。俺らの元の世界な、人類は大空を飛び星々を渡るんだぜ。それは信じられません。誰もが人類自身さえそう思った。だけどいるんだよ、届いたやつが、本物が。そしてなかなか理解されることのないそいつらの可能性を汲んでやるのが俺ら凡人の義務なのさ。だからまずは信じなきゃ始まらないんだよ、全国王もさ。渡したいものがありますわ。間違いない。エロ本だ。やっぱり人生を誤りまですがマスター、一体どこの鍵なのでしょう？エロ本隠すなら自分の部屋、つまりこの部屋。つうかもうとっくに見つけてたんだけどな。はい。前にこの部屋のベッドが傾いてて寝にくいっつったろ。あれが実は仕掛けの起点でさ。あとはこうちょいちょいっと。はい、隠し部屋ご開帳。なんかもういろいろ台無しですわ。イマニティの最後の王ならぬ再起の王のためこれを残す。我は剣王にあらず、むしろ希代の愚王として名を残すだろう。だが我ではない再起の王のため筆を取り記す。願わくば我の船舶で惨めなあがきが次なる王の力力とならんことを信じて。やはり全国王は記憶を失っていなかった。エルフと違いイマニティなんて下等動物はワービーストにしてみりゃカモでしかない。だから何度も挑ませるため記憶を消さなかったんだ。誘い受け狙って？わざと手抜いて次は勝てるかもとか思わせたんだろうな。
だが全国王はそれを承知で挑み、連中の手の内を探った。わざと無価値な土地を与え、いずれ取り返すために。ならばなぜ全国王はゲームの秘密を誰にも話さなかったのですか？生涯誰にも伝えない。おそらくそんな迷惑を飲ませたんだろうよ。それでは何の意味も。ただしそこに死後は含まれない。8回かけて名役の感激をかいくぐり託したんだ、再起の王、人類最強のギャンブラーに。そのための次期国王選定ギャンブル大会。かけたんだよ全国王は。序列最下位の人類から多種族を圧倒する者が現れるという。限りなくゼロに等しい。しかしゼロではない可能性に。ステフ、こいつは愚者を演じ無謀に挑み儚く敗れ、その手の内を暴くことに徹した偉大な男の生涯。人類への信頼の全てだ。お前のじいさん、いや全国王はやっぱお前のじいさんだな。おじいさま、おじいさま。重いもん託されちまったな。大丈夫、ニートシロなら。なあジブリール、こういうやつがいるんだ。どうだ、たまんねえだろ。そうかもしれません。東部連合、キコーラの首は柱に吊るされるのがお似合いだ。